いや、えげつない量取れましたね。やばすぎますよ。下のクーラーが150リッターで、上が130センチぐらいあるんですけど、両方パンパンですからね。これを今から埼玉に持って帰ってさばきます。はい、どうもです。今回はですね、こちら、国飯あらっていう食材ですね。前回の動画見てない人はね、テンション高すぎだろうって感じだと思うんですけども、これもね、もうずーっと取りたかった魚の一つで、いや、まさか取れると思ってなかった。しかもね、ワールドレコードっていうね、申請したら通るものがあるんですけども、そこに記録されてる国飯あらが18キロで、今回取った国飯あらが26キロなんですよ。なんかいろいろ複雑なんで申請が通るかどうかわかんないんですけど、とりあえず今申請してます。いずれにせよですね、この巨大さはね、マジで見たことないレベルで取れたんで、めちゃめちゃ嬉しいんですよ。で、今回はこのヤバすぎる国飯あらをさばいて料理していきます。ということでもうめちゃめちゃテンション上がってる、やばい。ちなみにね、この箱もね、マジでね、でかいのよ。早く開けていこう。中身が気になる。では皆さん、オープンしますよ。オープンしましたが、氷しか見えません。ちょっと氷ね、ちょっと取って、魚の姿を見ましょうや。こちらが国飯あらでございます。俺これ手盛りで取ったよな。やばいな。はい、というわけでようやくですね、まな板の上に置くことができました。それでは、観察していきましょう。さて、こちらが国飯あらの全体像ですね。全長128センチなんで130センチのまな板とちょうど同じぐらいだね。で、どうやってこんなにでっかくなってんのって思うかもしれないんですけども、魚って基本的に生涯成長ホルモンが止まることがないんですね。なんで、基本的にはどこまでもでっかくなるんですけども、こういう旗系の魚っていうのは、だいたい1メーターぐらいいきますと、なかなか伸びなくなってきまして、大きくなるのはね、この横、体高っていうんですけど、体高がね、徐々にでっかくなっていくんですね。つき場所が奇跡的に良くて、まずこのエラっていう超硬いところに当たることができたんで、身が引きちぎれず回収することができたっていうのと、ここね、ちょうどこの辺動脈通ってるんで、動脈も傷つけることができて、この奇跡の場所に当たって取ることができたんだよね。あとこれね、どこまで奥に差し刺ってるんやってちょっと気になるじゃないですか。これもね、後でエラ取るときにね、見ていきましょう。で、今回ね、この化け物だけではなく、8キロの国飯あらを取れてるんですね。これがね、割と普通な国飯あらって感じですね。背中に模様があって、で、顔は本当に旗。やっぱね、老成してくるとね、顔のごつさがどんどん変わってくるんだよね。これが渋すぎる。イケメンすぎる。うん。これもうマジでイケメン。で、これさばいていくんですけども、まずすき引きをしまして、お腹の内臓を取って、エラを取って、そして2枚おろしの状態で保管していこうと思ってます。はい、それではね、すき引きをしていきましょう。これだけの鱗をすき引きしきれるのかっていうところが、ちょっと今緊張しているところなんですけども、ずっと気を張ってね、川の下に行かないようにしましょう。今回ね、小笠原10日間ぐらい行ってたんですけども、まさかのね、10日間ずっと晴れてたんですよ。晴れてる日は魚つき行こうと思ってて、雨の日にちょっとゆっくりしようかなーみたいな感じで思ってたんですけど、めちゃくちゃタイトにね、潜りに行ったんですよ。でもほんと最終日、体力本当に使い切ったみたいなタイミングで、最後にこいつがいてさ、なんとか取って、その後もう最高の魚取れたから、係留してある船の上で祝勝会をしようぜってなって、あっちの人はですね、国飯あらを食べたことある人があんまいなくて、ただ漁師の人曰くですよ、でかい方が国飯あら美味しいと。で、この 26.5 キロサイズなんてかなりでかいですよ。どのぐらいうまいのかっていうのがね、もう想像ができない。ちょっとね、ヒレがあるとですね、背中の身の角度とヒレの角度が違うんで、包丁が当てにくいんですよ。ヒレをバチバチと切っていきたいところ。硬い。よいしょ。はい、これで背びれが取れましたと。で、背びれが取れますと、こうやって包丁をね、垂直にこうやって皮引きができるようになるんで、ほぼ端っこまで鱗を取ることができるんですよ。はい、じゃあ、すき引きしづらいんで、胸びれも取っちゃいましょう。よいしょ。で、今度は腹びれもね、切っていきます。腹びれってこんな感じで取れなかったっけ？
骨の形さえね覚えてればなんとなく取れるんですよね、こういうのも。よいしょ。切れたね。骨なんて切る必要ない。全部関節でつながってるだけ。初めて知った。こんな感じで取れます。そしたらラストやみんな。短気骨のあれを利用して切ってもいいんですがね、背骨とこの尻びれってしっかりはつながってないんで、こんな感じでちょっとだけね包丁を入れてあげて、で反対もですねちょっとだけ包丁を入れてあげて、でこの短気骨の辺は柔らかいんでね、バシバシと切っていくと。硬すぎ。よいしょー、いけましたと。皆さんやっとヒレがなくなりました。これでこっち半分のねすき引きしていきましょう。お腹側は超皮が薄くてめちゃくちゃ集中力がいるんですよね。パーティーで頭調理できる時間があったら調理したいので、頭の鱗も落としていきます。あんたいかましゃい。ちなみにこの鱗唐揚げにすると鱗チップスになります。実はうまい食材なんです。さてようやく終わりが見えてきました。いやー、にしても大変ですね。はい、というわけですき引きが終わりました。さてこっからはお腹の中を見ていきます。緊張する。もうこれ内臓脂肪乗ってれば神クラスの魚になるんだけど、内臓脂肪乗ってなかったら神ではないね。うわー、どうやろうなこれ。ちなみにコクハーラは30歳まで生きるとか言われてるんですけども、これ多分30年以上生きてるんですよ。つまりね、かなりおじいさんなわけですね。さてこのおじいさんがお腹に内臓を溜めてるのか、溜めててくれ。なんだこれは、なんだこれは。やばい。ちょっと待って。待って、脂肪じゃない？いや待って、白子な可能性がある。白子？まだ諦めんな俺。白子臭いな。これ何見たことない内臓してるんだけど。うわ、この白いのは何なんだ。油なのか。油であってほしい。よいしょ。何してるかちょっと分かんなくなってるでしょうが、ごめんねみんな。よいしょ。待って、魚がもう胃袋から出てきてます。おー、なんだこれは。うわ、これはなんだ。これ多分梅色もどきだと思います。はい、それでは頭をね落としていきましょう。骨がね硬いんでしょうね。よいしょ。では頭をねスパッと落としていきましょう。ちょっとこっからはね奥すぎて何やってるかわからないでしょうから、適当に関節入れちゃいます。もうええんちゃう。よいしょよいしょ。これが頭です。いや俺も顔大きい方やのにでかすぎるって顔が。うわ重た。ではねここ洗い流していきましょう。はい、ということでね、あらかたのね、下処理は終わったんですけども、俺にはどうしても気になってることがあるんだ。さっきの白い物体が内臓脂肪なのか、白子なのか。白子だったら、白子に栄養がいっちゃってるんで、身にね、栄養がいってなくてね、旨味とかがちょっと弱いんだよ。ということで、食べてみればわかるんで、食べます。どれにするかな、どれにするかな。これ白子っぽいな。ぬるぬるもしてない。ちなみにこういうのね、食べても全然大丈夫です。なぜなら俺今もう腹下してるんで。苦い白子かよ。しかもこれ縫製跡だろ。でこちら頭ね後日姿作りにしますんで、臭くなる場所、エラと、内臓をね、内側に胃袋があるんですけども、この胃袋とエラ、こちらをね取っていきます。非常にね見応えのない動画なんで、エラを外すっていうのは硬いな。これ一個一個骨じゃん。どこが繋がってんだよこれ。よし。
けたんじゃないの？よいしょ。というわけですね、頭をですね、これ綺麗にしたんですけども、こっからね、森を打ちまして、貫通してるの、なんと、ここです。本当にエラ1枚しか貫通しないんですね。今回さ、水中映像見てくれてる人はわかると思うんだけど、割と本気でギリギリまで近づいてバコーン打ったやん。こんぐらいの魚、特にハタとかなると頭蓋骨周辺がめっちゃ硬いの。バコーンって打ったけど意外と跳ね返されるとかもあって、近づいて打つしかない。でも近づきすぎると逃げてしまうみたいな、そういうのがねあったりするんですね。はい、それでは3枚おろしをやっていきましょう。ちょっと皮がむけちゃったりした部分のを使っていきます。5枚おろしでいいか。背骨に沿って真ん中に包丁を入れていきます。そしたらですね、こうですね。あとは普通に3枚おろしの要領で切っていきます。重てえ肉がどうなってんだこの肉。よいしょ。よし。やばいです皆さん、めちゃめちゃいい密室してますが油はないですね。では今度は腹骨を切りながらねやっていきましょう。あ、やば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 。うわ、大変だ。初めて見た。コクハーラに寄生虫がついてますよ。うわ、なんだろうこれ。リリモゾイドなのかな、もしかしたら。これわかんねえな。外して切りましょうね。なんなんでしょうね。リリモゾイドかと思ったんですけど、なんかそれとは若干違うような気がします。なんかね、普通に身がちょっとねダメにされてる。で、この2枚おろしの方はですね、熟成しておきますので、このまま扱いたいところなんですけども、冷蔵庫に入りきらんということで、ここら辺ですかね。ここら辺の関節に包丁を入れて、バキバキとさばいちゃおうぜ。よーしょー、切り終わりましたね。なんとか力技。はい、ということで、1日が経過しました。あの後ね、笛台やらなんやらね、全部さばいて、キッチンペーパーでぐるぐる巻きにする作業をしてたら、9時間かかって、今日です。はい。で、今回なんですけども、コクハーラの刺身、そしてマスタードベースのソテー、こちら2品を作っていこうかなと思います。そしてですね、今日はね、面白いものがあります。こちらでございます。皆さん見たことがあるでしょうか？亀のアマニでございます。ウミガメって世界中でスーパープロテクティッドされてるんですけど、もちろん日本でもめちゃくちゃ保護されてるんですけども、小笠原と沖縄の一部の島だけで取ることが許されてるんですね。普通に居酒屋に行ったりしたらウミガメの刺身だったりとか煮込みだったりとか、いろんな料理ね、創作料理があるんですけども、なんか僕たまたまね、外国人の人に話しかけてウミガメ食べさせたら、こいつは可愛いけど美味しいですね、悔しいけどみたいなことを言うておりましたんで、せっかくなんで英語で言おうかな。 Around the world, sea turtles are protected, but surprisingly, in the Ogasawara Island, people actually eat them. Of course, in all other oceans, they are protected and cannot be eaten. さてさて切っていくんですけども、南の島の魚の方がですね、比較的身が水っぽいと言われておりまして、キッチンペーパーがビシャビシャでないことを祈るんですけども、こんだけ水が染み出すんだったら1日1回は変えた方がええな。めちゃめちゃ水染み出してんじゃん。さてこの腹骨をね落としていきましょう。うわー、でも立派ですね、ここまでのサイズになると。ここがね血合い骨が入ってるラインで、血合い骨と腹骨を断ち切らなきゃいけないんですが、硬いですな。おー、上品ですね。こんなに脂が乗っていないにもかかわらず。で血合い骨がここにありますんで、切ってまずはツーマスタードソテー用にですね切っていきます。おー、いいね、めちゃくちゃ美味しそうじゃないですか。はい、そしたらソテーは揃いましたんで、岩塩をぶちかます。で次ブラックペッパー、これで下味ですね。 OK、 マスタードソースを作っていきます。粒マスタードを適量。
かもマジでね、もう8月からね、すごいね、元気が戻ってきて、マジ今やばい。みんなに倒れないでくださいってめっちゃ言われてる。鶏ガラこんぐらいでいいでしょ。そしたら、最後、醤油でーす。で、水道水入れて、かき混ぜましょう。こんなもんにしておこう。これがタレ完了です。さて次はニンニクですね。こうやってやったらみじん切りになってるはずです。せーの。はい、みじん切りができました。ではね、焼いていきましょう。あ、小麦粉かけるの忘れた。魚にはですね、小麦粉をかけるんですよ。よし、焼いていきましょう。シャカッ。サラダオイル。こんなもんでええんかな。ほんで、切りすぎたニンニクです。めちゃくちゃいい香りしてんじゃん。魚投入するでー。うわ、これはもうこれだけで美味しいんじゃないですか。でマスタードソースも煮立てるらしい。さすがにねシャバシャバすぎるなとは思ったんですよ。結構いい感じじゃないの。おー、いいね。よし、いいでしょう。さてこちらマスタードソースをかけていきます。こりゃうまいでしょう。完成です。次刺身。はい、それでは刺身を切っていくんですけども、非常に分厚くてですね、指1本分ぐらいあるんですよ。なんでこれ食べづらいやつはもうこれ半分に切っちゃいます。皮を引いていきましょうか。よいしょ。刺身に切っていきましょう。コクハンアラ、かなりね、身柔らかめの魚ですね。さて、一旦こんなもんでいいんじゃないでしょうか。というわけで、完成。はい、というわけで完成しました。念願のワールドレコード級のコクハンアラでございます。これは楽しみ。じゃあまずね、マスタード炒めからいただきましょうか。ふわっふわなんじゃない？あ、意外と弾力がある。いただきます。うわ、これはうまい。日本では食べたことない味なんですけど、なんだろうなこれ、鶏ガラも醤油もマスタードも何も邪魔してなくてすごいハーモニーになってる。めちゃくちゃ美味しいじゃない。うまっ。これ1個でもさ相当でかいよね。皮のね弾力がすっごいフグよりしっかりしてるかも。では次刺身いきましょう。刺身はですね、熟成魚特有の血合いが茶色っぽくなっておりますが、お味はいかがでしょうか。いただきます。味すっごいなこれ。だからちょっとね筋がねさすがにでかいんで筋切りした方がいいですね。それか筋がね気になんなくなるようにしゃぶしゃぶとかがいいかも。味自体はねエクセレント。では次は亀煮ですね。亀煮って何っていう話なんですけど、亀煮はですね普通のね赤身の部分がですね刺身として出たりするんですけども、例えばヒレとか内臓とかレバーとかもう全部ね余すことなく使うんでいろいろが入ってるんですよ。味は何なんだろうな。味はマジでウミガメ味。ウミガメ食べてみてください。多分ね EC でもね買えると思う。これ冷凍で売ってあったやつだから。はい、というわけでごちそうさまでした。やっぱり旗系の魚はですね火を通した方がやっぱ美味しいなと感じましたね。旗系の魚はもうロー成したら水っぽくてこんな密質になるんだって俺の中の偏見があったんですけど、今回のコクハンアラはそんなこと全然なくて、ただ筋がねちょっとね硬いかなーっていう感じではありましたけども、旨味も抜群ですし、これにもしね脂が乗ってる個体が食べれるのであればねぜひ食べてみたいですね。今までねずっと取りたい言ってましたコクハンアラ。磯マグ
グロ GT、この3つのうちのですね、2つをですね、手盛りでゲットすることができました。日本で取れるといえばもう次はもう磯マグロですね。冬場はあんまり取れないんですけども、あと1年以内にはですね、なんとかね、ついてやりたいですね。はい、ということで、最高の魚でした。これからですね、ホームパーティーに行ってまいります。はい、ということでですね、レンタルルームにやってきました。魚の量がやばいです。今のところできてるのが、こちらですね。石垣鯛、カッポレ、コクハンアラ、でこれも石垣鯛。で、8キロのコクハンアラのクオリティがエグすぎて、炙ってみたんだけどさ、ちょっとみんなに食べさせてみようと思う。皆さんマジでコクハンの炙り刺しがうますぎます。ちょっと来てもらっていいですか？皆さんちょっとこれ食べてみてほしい。これやばいよ。うわー、うまっ。お金頑張って準備していきます。今日はですね、なんとコクハンアラ姿作りにしちゃいます。よいしょ。最高でしょこれ。これ楽しすぎない？なんかもうこんな巨大魚作るの。いや最高。最高に楽しい。もうなんか米スタンドさせた時の脳汁やばかったです立ったっつって。はい、というわけでコクハンの姿作りできました。これ加藤くんがねほぼほぼ作ったんだけど、これじゃあまだ全然足りなそうだよね。すごいわ。全然足りないですね。じゃあ今日は皆さんありがとうございます。魚美味しかったですか？美味しかった。美味しかった。最高。最高。ということですね、まだまだちょっとね終わらないんですけども、魚もうなくなりそうです。最高の回ができてよかったです。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは。